中骨のラインをなぞるようにカンパチ、は天然のカンパチなんですけれど、カンパチのさばき方を紹介しようかと思います。カンパチね、これ鱗を金だわしで取る場合も多いんですけれど、基本的にはね、カンパチの鱗はすき引きで取った方が仕事としてはね、丁寧な仕事かなと思いますんで、まずはね、すき引きをする際にこのヒレが邪魔になるので、魚のヒレをハサミで切り取っていきますと。ヒレを取りましたら鱗をね、すき引きにしていきますと。すき引きする際はヒラメなんかはね、そのままでもいいんですけれど、カンパチだとかこういう魚体に丸みがある魚に関してはちょっとこう頭を持ち上げたりして、鱗をすき取りやすい角度にしてからこの鱗をすき引きにしていきますと。比較的居酒屋さんだとかね、料理屋さんで見かけることの多い魚だとは思うんですけれど、カンパチはね、出回るものはそのほとんどが養殖の場合が多いですかね。これなんかはね、三重県産の天然のカンパチなんですけれど、こういうね、ブリだとかカンパチっていう、魚体が比較的大きくなりやすい魚で、なおかつ人気の魚っていうのはね、結構養殖が盛んだったりするので、そういった魚はね、どうしても養殖物の方が値段も安く買えますので、流通は多くなりますよと。カンパチってね、ブリと見た目は非常に似ているんですけれど、このね、黄色の入り方が若干ね、カンパチの方が茶色みがかっているというか、ブリの方がね、青みがかった魚でして、そうだからね、見慣れると比較的簡単に見分けがつくようになるかと思いますと。天然物に関して言えば、ブリはね、冬に脂が乗るのに対して、カンパチっていうのはね、夏場から秋にかけてが旬の魚ですよと。産地に関しても、ブリなんかはね、北陸だとか比較的寒い地域で水揚げが多いのに対しまして、カンパチはね、九州だとか、あと関東だとか、伊豆諸島とかですよね、その辺りの、暖かい地域で、多く水揚げされる魚ですと。そうだからブリはね、日本海側でも、太平洋側でもどちらでも水揚げがあるんですけれど、カンパチはね、比較的太平洋側の水揚げが多く感じますかね。片面ね、こういった形ですき引きできましたら、反対側もすき引きしていきますと。でね、すき引きのね、コツに関しては、これはね、もうやって覚えるしかないんですけれど、なるべくね、刃を上下に大きく動かすっていうね、刃は上下に動かして、でこの動かしながらゆっくりゆっくり、刃をスライドさせていくんですけれど、こう横にスライドする際にこっちのね、下の方向にね、力が入るとどうしても身を削ってしまいますので、右手はね、こういう上下に動かす動きだけで、他はね、なるべく余計な力を加えないようにしながら、包丁を扱うようにすると身を削らずに綺麗にすき引きできるのかなと思いますんで、一つね、力の入れ方のコツというか、なるべく力を入れずにこの刃のスライドで鱗をすき取っていくっていうイメージで作業をすると上手にできるのかななんて思ったりしますかね。人によっては、頭を右に向けて、こっちの向きですき引きされる方もいらっしゃると思うんですけれど、これはね、特に決まりなどはなくてですね、すき引きしやすいように、作業しやすい向きですき引きすれば良いのかなと思いますので、最初から最後までこっちの向きですき引きしてしまう方もいますし、途中でね、身を反転させてこっち側とこっち側と両方で作業する方もいますし、比較的自由度の高い仕事なのかなと
折ったりしますかね。続いて頭を落としていきますと。で頭はね、これ腹びれの位置に1本こういった形で切り込みを入れまして、続いて胸びれの位置で、鎌ごと頭を落とすと。そうでね、カンパチなんかも大きさがあるんで、骨はね硬いっちゃ硬いんですけれど、この骨の関節、この骨の継ぎ目に包丁が入れば比較的ね力を入れずとも中骨は断ち切ることできますので、意識しながらね頭を落としてみてください。へそから包丁を入れてお腹を裂きまして、そのまま内臓ごと引き抜くといった形ですね。血合いに包丁を入れまして、この血合いをね、ブラシか何か使ってきれいに落として、水洗いすると。血合いを洗い流しましたら身を下ろしていきますと。でカンパチの場合はね、もう至って普通の三枚おろし、お腹側から包丁入れまして、このね中骨のラインまで包丁が届いたら、背中側から包丁を入れてと、いった形ですかね。でカンパチはね、このザ・魚という形の骨の構造をしてますので、そんなにねおろすのが難しい魚ではないのかなと。もうほんとね基本に忠実におろせば綺麗におろせるのかなと思いますので、お腹側と背中側に包丁入りましたら、最後この中骨につながった身を、包丁で外していくと。こんな感じですね。そうでね、これ三枚おろしのね際にこの辺りにね身がよく残ってしまうなんてことがあるかと思うんですけれど、それはねこう背中側から包丁を入れた際に、このねここまでしか包丁が入っていない時に身が残りやすくて、最後ねここに包丁が届いたらちょっとだけこうね中骨のラインをなぞるようにここの身をね外しておくと比較的綺麗におろせて、ここのね包丁がこのラインまでしか入っていないか、しっかりねここまで包丁が入っているかでここの身の残り具合がね変わってきたりしますかね。で一度に食べきらない場合はね、残った身は、ペーパーにくるんで、ラップかねビニール袋かに入れて0度に近い状態で保存すれば良いのかなと思いますんで、こういった形ですね。おろした身に関してはね、まずはこのあばら骨を包丁を使ってすき取りますと。あとカンパチの場合はね、お刺身にするのでこの腹膜もね一緒にすき取ってしまいますと。そうでね、シマアジだとかブリはねこのあばら骨が比較的身の奥に食い込んでることが多いんですけれど、カンパチなんかはね意外と身の表面というか腹膜付近に骨がある場合が多いので、そこまでね深く身を削らずともこのあばら骨が抜けますんで、あばら骨をすき取りましたら、続きましてこれねこの血合いのラインで身を半分に渡しますと。アジなんかはね最初にここに残った血合い骨を骨抜きで抜くかと思うんですけれど、カンパチだとかねブリみたいなこういった大型魚の場合はこのね血合い骨は
骨抜きで抜かずに、この半分に渡した際にこの真ん中に血合いが残るじゃないですか。この血合いと一緒に血合い骨を包丁で弾いてしまいますと。この部分ね、食べられなくはないんですけれど、若干筋っぽかったり生臭さがあったりするので、僕の場合はね、この血合いはこの血合い骨と一緒にね削ってしまいますかね。こういった形で少しだけ残ったね血合いを包丁でね削り取っていくと。血合いを掃除しましたら、あとは刺身に切りつけるだけと。刺身の切り方なんですけれど、一般的にはね、ここで最初にこうね皮を引いてしまってから、刺身に切りつける場合が多いと思うんですけれど、皮を引くと、どうしてもねこの血合いが空気に触れて酸化していくんですよ。なので、もしね一度に使い切らない場合なんかは、これちょっとね尻尾の方の身なんで捨てざくになってはしまうんですけれど、こんな感じでね皮を残しながら、包丁をね入れて、包丁が皮に達したあたりでこのように包丁をスライドさせて、刺身に引いていくなんて切り方もあったりしますかね。こうするとね、使う分だけ身を切り出すことが可能ですんで、こういったね大型の柵で一度に使い切らないなんて場合はこんな感じのね切り付け方もありますよと。刺身の切り方というか盛り付けのコツといいますか、お刺身っていうのはね基本的にね偶数より奇数の方がね盛り付けた際に綺麗に見えやすいんですよね。これね、もし刺身にするなら4枚よりも5枚でね盛り付けた方が綺麗に見えやすいので、刺身の枚数なんかも意識しながらね切りつけてみるとちょっとだけね盛り付けが綺麗に見えたりしますかね。食べる分だけ切りつけましたら、残った方の身はねこんな感じで、ペーパーにくるんでねこの皮付きのまま、保存しておけば、2、3日はね十分お刺身で食べられますので、これ保管する際にこうやってね皮付きで保存する場合はここにね鱗が残っていたりするとどうしてもね生臭さが出やすくなりますので、そういった意味も込めてね、すき引きは覚えておいた方がいいのかなと思ったりしますかね。皮引いちゃって一度にね食べきってしまう場合は別にすき引きだろうがね金だわしで鱗を取ろうが、もしくはもう鱗付きのままおろしてしまおうがあんまり関係ないんですけど、僕はねこうやってちょっとずつ使う場合はすき引きがいいのかなと思ったりしております。あとは盛り付けて完成ですと。でこれね添え物はわさびはね当然合いますし、そうでカンパチはね白身というよりもなんていうのかな、ちょっとねアジ科の白身というかブリだとかカンパチだとかシマアジってねちょっと青魚に近いような独特の風味があるので、だからねわさびの他にこういったね柑橘なんかをね添えても非常に美味しく食べられますので、好みで、薬味を添えてお召し上がりくださいということで本日はカンパチのさばき方とねお刺身の皮付きのまま
の切り付け方でございました。以上です。